なのだ。さっくりあっさりなのだ。さっくり、あっさり、さっくり。この部分を U ネットに置き換えて何かしらの工夫をしてるって感じですかね。マスカー RCNN は領域提案でも CNN を使用することでさらに高速化って感じね。何これ。このような画像はある程度覚えておいた方が良いかも。ヒントは FX プラス X って式ね。沼の波動を感じるのだ。レスネット、レスネット、レスネット。さて今回の動画は G 検定対策の問題がないなら作ればよいじゃないシリーズ2作目よ。まだ1作しかないのにシリーズって言ってんのか。紬がいるとツッコミが楽で助かるのだ。何事も最初というものがあるわ。というかなんで紬までいるわけ？紬は G 検定は受けないでしょ。あーしはずんだもん先輩の付き添いですね。まあ付き添いの方が合格しちゃうなんてこともあるかもですね。 G 検定はアイドルのオーディションじゃないのだけど。紬には絶対に負けないのだ。手袋を投げつけるのだ。これは決闘の申し込み受けて立つ。これは前途多難だな。で、今回はどんな問題が出るのだ？エリクス RCNN の論文をベースとした物体検出系の問題ね。エリクス RCNN は確かに物体検出系のモデルとして知ってるのだ。でも頭にエリクスがつくのは知らないのだ。そうね。エリクス RCNN そのものは G 検定には出ないと思うわ。また余計な話で解説が沼る気がするのだ。というわけでさっくりあっさりでお願いします。そうなのだ。さっくりあっさりなのだ。さっくり、あっさり、さっくり。あっさり。2人揃うと異様にやかましくなるわね。このエリクス RCNN の論文のイントロダクションとリレイテッドワークを参照するだけよ。そうすると今回も論文を見るところから始めるのだ。めんどくさいのだ。前回はアーカイブの潜り方を知るために論文を探すところから始めたけど、今回は私の方で要約の説明をしてそれに対して問題を出すだけね。それは楽ちんなのだ。あーしはそのアーカイブってところ潜ってないよ。あーしも泳ぎたい。アーカイブはプールとか湖じゃないわよ。まあある意味似てるけど。ふなのだ。もうここで紬との圧倒的な差が出てしまったようなのだな。まあ相手がずんだもん先輩だから別にいっか。まずは論文の要約を説明するわ。果物などが密集している場合、物体検出が困難。物体が物体を隠して全体像が見えない状態をオクルージョンと呼ぶ。これを解決するために楕円物体検出機エリクス RCNN を提案。エリクス RCNN は物体の基本形状が楕円型であることを前提として動作する。モデルの構造はマスク RCNN をベースとしている。マスク RCNN のマスク機能を実現している FCN 部を U ネットベースに置き換えてる。U ネットは FCN にスキップコネクションを付加したもの。なんかいろいろ言ってるってことしかわからんのだ。論文的には楕円物体検出機についての話をしてるのだけど、元の技術にマスク RCNN の構造の一部に FCN ってのがいるのだけど、この部分を U ネットに置き換えて何かしらの工夫をしてるって感じですかね。なんだと？飲み込みが良いわね。大枠としてはその通りよ。あとはマスク RCNN、U ネット、FCN、スキップコネクションが何者かってのが分かれば OK な気がしますね。なかなか分かっているようだな。ずんだもん先輩はずっと硬直してただけじゃないですか。紬の実力を測るためあえてわからないふりをしていたのだ。このアルティメットずんだもんと戦える程度の知力はあるようなのだ。ずんだもん先輩のこの感じがいいわ。ずんだもんきっとおちょくられてるわよ。先ほど紬が言っていたマスク RCNN、U ネット、FCN、スキップコネクションを簡単に説明しましょう。マスク RCNN はインスタンスセグメンテーションを行う物体検出機ね。
そもそも物体検出機って何なの？名前の通り物体を検出するものなのだけど、この画像のように物体がある部分をボックスで囲めるようなモデルね。このボックスはバウンディングボックスって名前がついているわ。なんかこういうのよく見かけますね。これを物体検出機って言うんですね。そんなことも知らずにこの場にいるとは。武器を持たずに戦場に来るようなものなのだ。あーしは救護班なんで勘弁してください。物体検出機はいろいろあるのだけど、ここではマスク RCNN に至る系譜だけ書いておきましょう。 RCNN、 ファースト RCNN、 ファースター RCNN、 マスク RCNN。 RCNN が最初の物体検出機？厳密には CNN を利用した最初の物体検出機ね。それまでの物体検出機より高速かつ高精度に物体判定ができるようになったという、当時としては画期的なものよ。その後のものがさらにそれを高速化していった感じ？そうね。物体検出機は物体そのものを検出する部分と、それが何かを判定する部分に分かれるのだけど、検出する部分をいかに速くするかというのが論点になるわね。 RCNN の特徴である領域提案を CNN に渡して分類というのが基本的な流れ。 RCNN の場合はバウンディングボックス生成に SVN を使用しているわ。ファースト RCNN は CNN の出力を特徴マップとして、特徴マップと領域提案の組み合わせで、さらに関心領域というレイヤーを設けることで高速化。分類やバウンディングボックス生成は全結合のニューラルネットワークに置き換わってるわね。ファースター RCNN は領域提案でも CNN を使用することでさらに高速化って感じね。何これ、意味わからん。油断するとこんな感じで説明が沼るのだ。1分おきにさっくりあっさりを連呼する必要がある理由が分かりました。とりあえず重要なのは進化した過程と領域提案と関心領域の違いだけを認識しておけば OK よ。ちょっと手遅れ感があるけど、さっくりあっさりでお願いするのだ。だからちゃんと重要な点も教えたでしょ。あとインスタンスセグメンテーションってのも分かりませんね。セグメンテーションには種類があるのだ。セマンティックセグメンテーション、インスタンスセグメンテーション、パノプティックセグメンテーション。ちゃんと勉強しているようね。それでそれぞれはどういうものになるんですか？そういう種類があるのだ。私の方で補足するわ。ざっとした見た目でこんな感じね。そうなのだ、これなのだ。ズンダモンが言いたかったのはこれなのだ。さすがズンダモン先輩、分かりやすい小物っぷりです。でもそうするとさっきの物体検出機の性質とは変わりますね。そうね。マスク RCNN は従来の RCNNK の性質に加えて FCN などのセグメンテーションの性質を持っていることになるわ。つまりインスタンスセグメンテーション自体が物体検出とセグメンテーションの組み合わせで実現できるものね。そうするとマスク RCNN の構造がどうなってるかが重要になりそうなのだ。マスク RCNN の構造はこうなってるわ。先ほどのファースター RCNN に畳み込み層ってのが追加された感じですね。この部分って CNN とは違うんですか？畳み込み層を持っているという意味では CNN と同様とは言えるのだけど、この部分は純粋に畳み込み層だけで CNN のように対象を分類する全結合層は存在しないわ。ここがいわゆる FCN のアイデアを入れ込んでる部分ね。早速説明が沼ってまいりました。沼ってるって思われてるわね。他に言いようがないのよ。そうすると今度は FCN って何者ってなっちゃいますね。FCN はフリーコンボリュージョナルネットワークの略なのだ。で、どういったものなの？それはそういうものなのだ。さっきのセグメンテーションの中のセマンティックセグメンテーションを実現するモデルね。特徴としては全てを畳み込み層のみで実現しているところだからフリーコンボリュージョナルって名前がついてる。そうするとファースター RCNN の物体検出の機能と
FCN のセマンティックセグメンテーションを合わせてマスク RCNN はインスタンスセグメンテーションを実現しているというわけですね。その通り。これはずんだもん先輩より私の方がイケてる感じがしてきましたね。紬のくせに生意気なのアーシだから生意気なのだ。だ。そうか、紬だから生意気なのは仕方ないのか。ちょっとこの2人の会話はよくわからないわね。マスク RCNN まではなんとなくわかりましたけど、今回の論文はさらにこれを拡張してるんですよね。そうね。先ほどの FCN の部分を UNET にしていると記載されてるわね。UNET もセマンティックセグメンテーションを実現してるものなのだ。で、FCN と UNET の差はとりあえず別物なのだ。 FCN にスキップコネクションが追加されたものが UNET なのでは。なんでそんなこと知ってるのだ。もしかしてなんかカンニングしてるのか。メタンさんが論文の要約を説明してる中で言ってたんだけどな。加えて構造に対称性があるわね。FCN の構造と UNET の構造を並べてみてみましょう。なんかそもそもの表現方法が違うのだ。まあそれぞれの論文の画像を引用しているからね。ちなみにこの UNET のモデル画像を問題として G 検定で出題された時もあったらしいから、このような画像はある程度覚えておいた方が良いかもね。やっぱ G 検定アーカイブの論文を読める水準を合否ラインに定めてるのか。でもスキップコネクションについてはここからは分かりませんね。そうね。そこは UNET の論文内で書かれている話にはなるわね。と言っても UNET の論文ではスキップコネクションという表現は使ってなくて、コネクティングパスって名前だけど、まあ同じものと思ってよいわね。スキップコネクションって名前は聞いたことあるけど、物体検出とかセグメンテーションのところじゃなかった気がするのだ。そうね。G 検定の学習としては CNN 関連で出てくる機構ね。具体的にはレスネットっていう CNN モデルだけど。そうなのだ。確かにレスネットってやつなのだ。レスネットの論文内の画像でもあるのだけど、スキップコネクションはこういう風に表現されるわね。この画像を見せられても何を言いたいのかさっぱり分かりませんね。同感なのだ。ずんだもんはそっち側にいちゃダメでしょ。ポイントは FX プラス X って式ね。沼の波動を感じるのだ。詳細説明は省略するけど、 FX プラス X って補差逆電波法による学習時には X がバイアス、つまりオフセットになる。そして FX 側が微分相当になり、これを残差と呼ぶ。なんか言ってよ。とりあえずこの仕組みによって勾配消失問題を抑制しているって思っておけばよいわ。あっさりさっくりではやってくれたようだけど、なんか沼なのだ。一言二言の説明が沼ってるってなんかすごい。さて、これで一通りの説明は終わったところね。よーし、じゃあ帰ろう。お疲れ様でした。まだ出題が終わってないわよ。ぶっちゃけ面倒になってきたな。諦めるのだ。これからが本当の地獄なのだ。問題。A は検知対象オブジェクトを楕円と仮定して検知精度を引き上げるというマスク RCNN をベースに拡張した B モデル。A はマスク RCNN でいうマスク側の C を強化している。実際には C にスキップコネクションを付加した D を使用している。スキップコネクションは E の目玉機能。スキップコネクションがあるとスキップコネクション側が F となり、そしてニューロン側が G となり、特徴量が際立って H の対策になる。選択肢は8つ。バイアス、残差、勾配消失問題、インスタンスセグメンテーション、UNET、FCN、レスネット、エリクス RCNN。カオスなのだ。消去法でいけばなんとかなりそうかな。まずは A。これは検知対象オブジェクトで楕円？楕円？なんかだいぶ前に聞いた気がするのだ。これは今回参照した論文そのもののエリクス RCNN では正解。紬、ずるいのだ。というか物体検出系って
選択肢の中に1個しかなくない？次は B ね。モデル？何のモデルなのだ？答えは RNN。選択肢に RNN はないわ。なんでいきなり RNN 病が発病するの？これはインスタンスセグメンテーションでは。正解。はこれも選択肢を総当たりで入れてみれば答え出るような。そして C。なんだ、何を強化してるんだ。面白そうだから黙ってよ。マスク側って言ってるから、インスタンスセグメンテーション。不正解。それ B の答えで出てたじゃん。つむぎ、答えちゃっていいわよ。なの？つむぎは分かってるのか？完全に当てずっぽうの勘なんですけど、多分 FCN。正解。というか、あのつむぎに気を使わせるとは、さすがだわ、ずんだもん。まあ、選択肢が限られてるから、当てずっぽうでも当たることはあるのだ。次は D よ。出たな、スキップコネクション。これはレスネットなのだ。不正解。おかしいのだ。スキップコネクションはレスネットのはずなのだ。まあ、その組み合わせで覚えてることは重要だけど、今回の問題はそこを聞いてるわけじゃないわ。まあ FCN をスキップコネクションで強化した U ネットですね。正解。そういえば FCN と U ネットの関係の話がそういう感じだったのだ。次はいいよ。目玉機能？何の目玉機能なのだ？スキップコネクションだからレスネットなのだ。正解。これがずんだもんの実力なのだ。この小物っぷりすごくいいな。そして F よ。スキップコネクション側がスキップコネクションだからレスネット。スキップコネクションと聞いたらレスネットって答えるのやめなさいよ。スキップコネクションを見るとレスネットって答えたくなる病にかかったのだ。すっごいデジャブ。ここはどっちか微妙ですけど、確かバイアス。正解。まあ、ある程度候補は絞れていたようね。どっちがどっちかはしっかり覚えておいた方が良いわ。まあアーシは G 検定受けないんだけどね。そして G。さっきのがバイアスだったから、こっちがもう一個の方か。レスネット、レスネット、レスネット。RNN 病に加えてレスネット病にもかかったのか。何これ、カオス。つむぎ、答えちゃっていいわよ。さっきのがバイアスだから消去法で残差ですね。正解。どこに消去法の要素があったのだ。最後に H。あ、これはもう選択肢1個しかないし、とりあえず黙っておこうかな。特徴量が際立つ。答えは正規か。なんで選択肢以外の答えを出しちゃうの？さすが天才。ずんだもん先輩、今気づいたんですけど、選択肢をよく見たら選択肢、残りの選択肢は1個なのだ。これは早い者勝ちなのだ。答えは勾配消失問題なのだ。正解。ナイスアシストよ、つむぎ。1問を1点として最終問題を10点とすると、ずんだもんが11点で圧勝なのだ。小物。一応内容のまとめをしておきましょう。エリプス RCNN の論文をベースに問題を作成。物体検出、セグメンテーションを横断した内容となった。FCN、U ネットの関連でスキップコネクションを深掘りした。ちなみに G 検定ってこういう出題のされ方になってるんですか？選択式という意味では一緒だけど、問題文としては一文一問だから、この点に関してはだいぶ違うわね。そういう意味では今回の1問って G 検定の出題でいうところの8問分ってことになるんですね。そうなのだ。前回もそうだったけど、一問のふりして大量の知識を要求してくる厄介な構成になってるのだ。この出題形式は2点と欠点がありそうですね。というと、まず G 検定の出題形式にならすという意味では不向きですね。でも類似の情報を関連性を持って覚えるという点においては有用かな。そうね。このシリーズは後者を狙っているわ。G 検定の出題形式にならすことが目的ならば、無料模試や書店で売ってる問題集を利用した方が良いわね。今回なんかはむちゃくちゃ横断してたのだ。まあ、生の論文をベースにしてるしね。研究において
過去の技術を組み合わせて課題を解決することは普通のことなんで、関連技術はかなり多くなるのよね。そういう意味では効率的に力試しできるってことになるんですね。そうよ。紬よ、メタンはこの方式で G 検定を乗り切ってるのだ。もう変人の領域なのだ。というか、ここまでやらないと G 検定受かんないの？むっちゃやばない？合格だけであればここまでやらなくても良いとは思うけど、ただこれが特殊な問題と思うようだと、 G 検定に合格してもそれはただ合格しただけで、その後は何もないわね。フォローするかと思いきや一気に谷底に落としてきた。以上で本動画は終了です。シリーズ2作目でまだ試行錯誤の段階ですが、続きが気になる方はチャンネル登録いただけると嬉しいです。2作目ができたからやっとシリーズと言っても恥ずかしくない状態になりましたしね。シリーズを追うごとにヤバさが増すと思うとかなり絶望なのだ。でも結構消去法でいけちゃうようにしているあたり、まだ手加減してくれてる感じはするかな。これやばいって思った方は高評価もお願いしますね。なんでやばいイコール高評価になってるの？では最後までのご視聴ありがとうございました。ありがとうだ。